僕は壊してしまったこの大切な愛車を、こんな辛い思いを他の人にはしてほしくない。はい、どうもゴッドです。実は自分の知識不足もありまして、この無限 RG をですねぶっ壊したことがあるんですよ。どこをぶっ壊したことがあるかって言ったら、このスーパーチャージャーをぶっ壊したことがあるんです。スーパーチャージャーが壊れた経緯につきましては、こちらの動画で語っておりますので、今回は特に触れませんが、その時の経験や5年間このスーパーチャージャー付き車両に乗り続けて故障までさせてしまったゴッドが、スーパーチャージャーのメンテナンスで日々気をつけていることをお伝えします。僕と同じように悔しい思いをしたくない方は必見の動画です。ではまず皆さんに質問です。スーパーチャージャーキットがあるメーカーを思い浮かべるとどこが浮かびますか？どこかな。ゴッドは最初にロトレックス、そして次に HKS が思い浮かびます。おそらく皆さんは HKS が一番最初に思い浮かぶのではないでしょうか。というもの、この無限 RG はロトレックス製のスーパーチャージャーが装着されています。今回は主にこのロトレックス製スーパーチャージャーについてと HKS 製のスーパーチャージャーも軽く触れながらメンテナンスについて話していこうと思います。どちらもスーパーチャージャー自体の行動は大きく変わらないので、気をつけていることや考え方は変わらないと思いますので、スーパーチャージャー車両に乗っている方、もしくは乗ろうとしている方は是非最後までご覧ください。はい、まずはメンテナンスについてですが、1番はトラクションオイル管理をしっかりとするということです。これが一番大事です。トラクションオイルとはスーパーチャージャーを潤滑する役割をあるものがトラクションオイルというふうに言うのですが、このオイルがないとスーパーチャージャーが焼き付いてしまったり故障の原因になります。皆さんの身近なオイルといえばエンジンオイルですが、これもエンジンの冷却や潤滑に関わるオイルです。役割は違えど、簡単に言えばスーパーチャージャーのエンジンオイル版と思っていただいて良いかと思います。当然ながらエンジンオイル管理が悪いとエンジンを故障させてしまったりしますよね。スーパーチャージャーのトラクションオイルも一緒です。その交換頻度ですが、交換頻度はロトレックス製は2年2万キロごとのどちらかの早い方、そして交換の時はオイルのみ交換時は 0.5 リットル消費し、オイルとフィルターを同時に交換する時も 0.5 リットルとメーカーのところに記載があるのですが、ここが一番大事です。ゴッドはロトレックス製のスーパーチャージャーの場合はそれに加えて5000キロごとにオイルの量の確認をお勧めします。なぜならオイル漏れがない状態でも自然とオイルが減るからです。その理由は後ほど解説します。人間も早期治療が大事で、車も同じように早期発見、早期対処が大切です。しっかりとオイルを確認し、もしこのトラクションオイルが減っていたら必ず補充することをお勧めします。ちなみになんですけども、 HKS の方がロトレックス製よりメンテナンスに気を使わなくても良いです。ですがトラクションオイルがロトレックス製より7000円も高いんですよね。HKS のスーパーチャージャーは取り付け後5年経過もしくは7万キロ超えた時はトラクションフルードとフィルターを交換してくださいとメーカーの説明書に記載があります。実はですね、交換不要とはなっていますが、このトラクションオイルの量と汚れぐらいはちゃんと見た方が良いです。なぜか、それはもし
トラクションオイルの漏れがあった時にはあっという間にオイルが減っていきブローするなんてこともありえますからね。これまで話した通りオイル管理がいかに大事かというのがお分かりいただけましたでしょうか。ちなみに HKS の場合はオイル交換をしないとブーストがかからなくなるみたいです。はい、続いて日常的な点検について触れていこうと思います。点検時に注意することは、正しいオイルの量を知るために必ず水平の場所で行ってください。そしてここも大事なんですけども、トラクションオイルの量を確認する際は必ずエンジンをかけた状態で行ってください。まずはエンジンをかけます。そしたらエンジン回転数を2000から3000回転まで回した後にですね、回した後にアイドリングさせます。そしてトラクションオイルのレベルゲージの量を確認します。その際に汚れ具合と色もしっかりと確認しましょう。一番最初のオイルは青くて綺麗な色をしています。どんどん汚れてくると黒色に変わっていきますね。はい、このキャップを開けた際にですね、オイルタンク内から湯気が出てくることがあります。この湯気はですね、スーパーチャージャーがしっかりと動いて循環していると若干湯気が出てきてキャップが染みたりとかすることがあります。この湯気が出てくることに関しましては、これはスーパーチャージャーが正常に循環しているということであり、正常な現象です。ちなみにレベルゲージを兼ね備えているオイルタンクのキャップはオイル圧の調節をしてくれています。必ずですね、このオイルの量を確認するのではなくて、しっかりとホース類が大丈夫かどうかですね、亀裂が走っていないかしっかりと確認します。そして覗いてみますとですね、ここ覗きますとオイルタンクが見えますので、このオイルタンクのところから、漏れがないかということも確認します。HKS だとね、この辺りに多分あると思うんですけども、ロトレックス製は、他のやつはどうかわかんないんですけど、一応ここにありますんで、オイルタンクの方、ここでしっかりと確認しますね。今スーパーチャージャーについて触れてるのですが、スーパーチャージャーとは違うものにターボチャージャーがありますが、このスーパーチャージャーでいうトラクションオイルの代わりにターボチャージャーはエンジンオイルを冷却に使用するので、エンジンオイル管理が5000キロに1回オイル交換をしてくださいねっていう風に言われます。ここでプチ情報、HS 製に関しては取扱説明書にトラクションオイルの交換は不要という風に書かれていますが、HKS スーパーチャージャーを装着している方のほとんどは5年ごとに交換しているみたいですね。あれ、全然ブーストかからないな。ショップからオイル全然入ってないですよという風に言われて交換する方が多いみたいです。トラクションオイルが少ない状態で走行していたら焼き付いてしまっている可能性もなきにしもあらずなので、オイル交換、トラクションオイル交換不要とはなっているが、オイルの量はやはりこまめに見ておいた方が良いですね。はい、この動画が良いなと思ったらグッドボタン、そしてその横にあるチャンネル登録ボタンを押していただき、応援のほどよろしくお願いいたします。このチャンネルでは CRG に限らずいつかきっとあなたに役立つ車情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録ボタンを押していただき、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。